皆さんこんにちは。アメリカの国際交流員ルークです。寂しいけど今回の動画は私の最後になります。今日私が見た松江というテーマで自分の好きなサイクリングルートを走りながら松江の思い出を語ります。じゃあ Let's go! 国際交流員ワクワク動画。松江の魅力について考えると最初に思い浮かぶことは古代ゆかりの場所が道近くにたくさんあることです。古からの習慣や歴史ある建築物とモダンとの融合が日本の代表的な特徴と言えるかもしれませんが、私はこの特徴を味わうのに松江よりも理想的な場所を知りません。松江周辺の長い歴史は松江の人にとって当たり前のことになっているかもしれませんが、歴史の記録が200年に満たないモンタナ州に生まれた私にとって古事記の舞台であったこの地域に住むのはすごいことです。歴史が感じられる場所が多く、半径30キロ以内に無尽蔵の楽しみを発見できる気がします。例えば一つの例を挙げると、三保関で聞いた恵比寿様に関する伝説が特に気に入りました。知らない方もいるかもしれないので簡単に語ります。三保関では鶏肉と卵を食べない人がいます。なぜなら恵比寿様は一日の務めを終え、夜になると船を漕いで恋人に会いに行っていました。朝になると鳥の鳴き声に合わせて三保関に帰るのですが、ある日鳥が間違えて真夜中に鳴いてしまいます。恵比寿様は慌てて船を漕いで三保関に帰ろうとするのですが、オールを海に流してしまい船を漕ぐことができなくなりました。そこで自分の手足で船を漕いでいるとサメに足を噛まれてしまいました。そして恵比寿様が鳥に激怒したために鶏肉と卵がタブーとなりました。現在でも鶏肉や卵を食べない方がいます。しかし対岸の安来地方では敵討ちのため鶏肉や卵を積極的に食べたらしいです。また松江に引っ越してきたことは私がサイクリングにハマるきっかけとなりました。面白いところがありすぎて効率的に探検するには自転車が必要になりました。予想よりもサイクリングが好きになって松江周辺を回ったりするだけでなく、ほとんど3人の全てを走ることもできました。鳥取市までの東方向、岡山までの南東方向、津和野町までの南西方向などいくつかの素晴らしい旅を過ごしてきましたが、その中で松江から津和野町まで行った時が一番印象に残るかもしれません。5日間かけて海岸の景色を鑑賞しながら小田、江津、浜田、増田、津和野町を見れました。自転車の旅に普通にテントや寝袋を持って行って海沿いのキャンプ場で泊まるのは最高でした。その旅といえば途中に遭遇した優しい人が印象に残っています。大田市からちょっと離れた海岸でキャンプをしましたが、朝5時に出発しようと自転車を見たらパンクしてました。1時間かけて大田市の自転車屋まで歩きましたが、まだ空いてなかったのでどうしようかと迷っていました。その時地元のおじいさんが私に話しかけてくれました。彼は自転車屋さんの知り合いで、私の状況が分かったら自転車屋さんを呼んでくれました。自転車が修理される中、優しいおじいさんが私を車に乗せて石見銀山に送ってくれました。数時間も終わってみたら、またその優しいおじいさんが迎えに来てくれました。自転車屋に戻って無事に旅を続けられました。本当に感謝しました。朝日山といえばここでのいい思い出はたくさんあります。自転車を買ってから海を見るために鹿島方向に行って
途中で朝日さんを偶然に見つけました。登りながら初めて日本海を見ました。山の峰から松江、宍道湖、出雲、日本海、そして天気が晴れているなら沖ノ島が一望できる最高の風景があります。その時からよく友達を連れながら約20回登ってきました。個人の縁結びのところにもなっています。一人で登りに行くとお花などに詳しいおじいさんとの出会いがびっくりするほど多いのです。笹百合から大山蓮華まで朝日山で咲く花についていろいろ習ってきました。松江や山林の自然を楽しむことで人生で忘れられない豊かな経験をできましたが、やはり松江に暮らしている人とのつながりができるのはさらに貴重な経験です。この3年間、小学や高校を訪問したり、公民館での料理や歴史講座を教えたり、全世界からの留学生と接触したり、リトルマルディグラをはじめ国際的なイベントに参加したりすることができました。これを通じてたくさんの人と知り合えて誠に感謝しています。国と国のつながりが人と人のつながりに基づいていると情熱に思っている私には、この3年間のつながりで日本とアメリカの関係が以前より少しだけ親しくなったのではないかと考えると喜びに満ち溢れます。その上に松江で国際交流員として勤めることで友好都市とジャズの聖地であるニューオーリンズ市についてたくさん知ることができました。特にニューオーリンズの独特なクレオール料理に興味を持ってきて、ガンボーコンテストに参加することになりました。そして松江ニューオーリンズの25周年記念の時にニューオーリンズ政府とジャパンソサイティからの訪問団に会えて、1週間強くしたことにより母国の人との貴重なつながりもできました。帰国するのは嬉しい気持ち半分、寂しい気持ち半分です。大事な友達や身近になってきた松江から離れるのは想像しにくいですが、長く持っている夢を叶えるために前へ進んでいきます。この3年間本当にありがとうございました。また遊びに来ます。じゃあまたね。